こんにちは、JP コンサルタント。今日も趣味の部屋ということで動画を上げさせていただきます。今回の動画は前回に ZWO の ASI290MC 用のレンズを買うということで、焦点距離とか角からレンズを選ぶっていう動画を作らせていただいたんですけども、今回はそこで選んだ2つ2本レンズを選んだんですけども、そのうちの1本が届いたので、そのレンズを使って焦点距離が変わると画角がどんな感じで変わるのか、実際の映像がどんな感じで変わるのかっていうのを、動画としてアップさせていただくという格好にしました。で、比較対象なんですけども、私の場合はオーロラ、サイオネク社のオーロラをメインのビデオカメラとして使用しているので、それを基準にどんな違いがあるのかなっていうのが、見て取れればなというふうに思います。それではまず、レンズなんですけども、買ったレンズは焦点距離が 5mm から 50mm の間で使えるズームレンズということになります。 Amazon でポチッとやったんですけども、中華製のレンズで、C マウントって書いてあるんですけども CS マウントって書いてあるところもあったりして、どちらなのかはちょっとはっきりしません。で、まず最初に焦点距離を一番ズームではなくて広角側にブーッと広げた状態で、目いっぱい広げた状態で撮ったのがこれです。レンズは、バオブレイズっていうブランドなんですかね。そういうところの CCTV レンズになってて、で、この状態で撮影したのは、焦点距離 5mm の状態というふうに考えています。で、ちょっと露出時間、全部露出時間って書いちゃってるんですけども、露光時間ですね。露光時間は 1秒にしています。実際にはもっと5秒とか15秒にするともっと綺麗な映像を撮れるんでしょうけれども、比較対象であるサイオニクスのオーロラが 1.5 秒までしか露光時間取れないので、1秒で統一することにしました。5mm だと、焦点距離 5mm だと点みたいな映像しか撮れない格好になってましたね。で、ぐっとかなり大きくなりましたが、これは焦点距離を目いっぱいズームさせた時で、焦点距離はだいたい 50mm ぐらいなんじゃないかなと、カタログ通りなら 50mm ぐらいなんじゃないかなと思われます。ただ、このレンズなんですけども、ズーム側の方に、望遠側の方に目いっぱいぐーっと回すとピント合いません。このレンズが悪いのか、組み合わせの問題なのかはわからないんですけども、とにかくASI の 290MC に取り付けた状態でピントが合いませんでした。ここでほんのちょっとだけ望遠側からちょっと戻してやると、そうするとピントがちゃんと合うという形でした。こんぐらい大きく見れたらば、先ほどの点みたいなのに比べたらばずっと大きくて、比較的満足できるレベルになってるんじゃないかなという気がします。で、次にこれ、いきなりバーンとでかくなりましたけれども、これは今回買ったレンズではなくて、サイオネクスのオーロラでコリメート撮影をやろうと思って、健康トキナーのミラーレンズを実は買ってまして、で、うまくいかなかったんで、ずっと埃かぶっているという状態なんですけども、それを今回つけてみました。焦点距離は 800mm です。前回の動画の中で 800mm のレンズつけると横方向の画角的にはどんな感じというと、だいたい 0.35 から 0.4 度ぐらいっていう風な感じだと、粗い計算で予測されてたわけですけれども、
実際に撮影してみると、幅はギリギリもしかしたら入るんじゃないかというふうに思われます。それはCCD のサイズが3分の1じゃなくて、2.8 分の1だか 2.7 分の1ぐらいあるんで、そこら辺の差なのかなというふうに思ってます。ちょっとでかすぎですよね。できれば全体が映ってほしいなっていう感じに感じます。ちなみにピント合わせはうまくいってません。あのー皆さんの画面でちょっとピンボケみたいな感じになってるんじゃないかなという気がするんですけども、実際に私が撮った映像自体もちょっとピンボケです。はい、どうやっても綺麗にくっきりとは映らないですね。悔しいです。さて、これはそれにさらに健康のリアコンバージョンレンズ、2倍のリアコンバージョンレンズをつけたものです。したがって焦点距離は2倍の 1600mm になっています。お月さんがもう横方向も縦方向も半分も入らないっていう感じですよね。かなり大きいです。でも相変わらずピント合わせうまく僕の方ができないというか、こんだけ望遠した状態で撮るとピント合わせが難しいんですかね。ちょっと触るだけでもう行き過ぎたり戻ったり、もう全く合わないですね。残念です。でちなみにこれ、なんでこの2倍のリアコンバージョンレンズ買ったのっていうと、先ほど申し上げた通りサイオニクスのオーロラを使ってコリメート撮影をしようとした時に、おそらくバックフォーカスが合わないんじゃないかと思って、それを伸ばす目的でこのリアコンバージョンレンズを買ったというふうな形です。したがって健康トキナーさんの 800mm のミラーレンズと一緒にこのリアコンバージョンレンズも埃をかぶっているという状態に今はなっております。さて、ようやくサイオニクスのオーロラとの比較になります。サイオニクスのオーロラは、焦点距離 16mm で1インチの、CCD を使っていて、で、画角的には45度ということになっています。で、これ、おおむね概算で、先ほど今回購入したと言って見せている、レンズに対して、レンズで言えば 5mm に近い、5mm の焦点距離に近い状態になっているはずです。それを確認するため、この画面の左下にある三角形、お牛座の三角、特徴的な三角形と、画面の中央上側の方にある、これも星がずっとたくさん密集しているところ、これもお牛座のスバルですね。この2つを、こんな感じの配置なのかっていうのを覚えておいていただければと思います。それでは次の絵で今回買ったズームレンズの方を使うとどうなるのか。はい、ASI の 290MC に5mm のレンズを 5mm 焦点距離 5mm で撮影した時の映像がこれになります。お牛座の特徴的な三角形が画面の左下にあったのが画面中央あたりに映っています。これは私の画面をきっちり合わせることができなかったというだけなんですけども、で真ん中が先ほど画面の真ん中ら辺にあったスバルが画面の上の方に真ん中上の方に移動してます。位置関係的、距離的にはだいたい同じぐらいの感じになっているように見えませんか？つまり見通し通り ASI290MC に 5mm の焦点距離のレンズを取り付けた状態と
サイオニクスのオーロラをそのまま使ってそのまま撮影した時の画面の撮影できる範囲というのはほぼ同じような状態になるということが確認できたと思います。次に、参考ですけれども、これはサイオニクスのオーロラでデジタルズーム3倍にした時の状態です。ピント合わせが私のスキルではうまくできなくて、こんな感じにちょっとボケちゃっています。画面の真ん中上のあたりにあるのが、それがスバルです。で今回買ったのが 50mm までのズームレンズなんで、 50mm だとどんな風になるのっていうとこんな感じになります。 ASR290MC に 50mm の焦点距離で撮影すると、レンズをつけて撮影するとこんな感じになりますと。画面の真ん中からちょっと右のところに星が密集していますが、これがスバルですね。寸法的には先ほどのサイオニクスオーロラのデジタルズーム3倍のやつと比べると倍ぐらい大きく映っていますかね。倍以上大きいかな、っていう感じになっていますね。ちなみに 5mm で撮った時よりも星がたくさん綺麗に映っているように見えるのは、近くに月があるんですけども、月の影響を避けるために 5mm の時にはあんまりこう原因を上げることができなかったりとかしていたんですけども、 50mm に増やすと月の光による影響があんまりなくなったので、その分だけ原因を上げても画面全体が真っ白にならないということになるんで、原因をちょっと上げてまして、その結果星がたくさん映るという結果になっております。ただ露出時間1秒っていう風な条件下で揃えているので、映ってる星の数そのもので言うとこっちの方が多いかなとは思うんですけども、そんなに大きく変わるという感じではないですね。これが5秒15秒の露光時間に増やすと、もっとずーっと綺麗に星が増えていきます。さて、ちょっと最後おまけでちょっと2つほど。これは右上の方にお牛座、真ん中下の方にオリオン座、左上の方に双子座が入るように頑張ってみた映像です。もちろん焦点距離は一番広角である 5mm の状態でやっています。やはりもうちょっと広い範囲が映らないと、星座を目いっぱい、夜景を目いっぱいカメラの中に収められないなという感じですよね。個人的にはサイオニクスのオーロラも同じ理由で 0.6 倍のレンズをつけて、広角で撮影したりとかしてますが、これももうちょっと広い範囲映る、要するに焦点距離がもうちょっとだけ短いレンズがあると僕の好みに合うで格好になるなっていう感じで、そこら辺の予測も予測通りかなという感じです。早くもう一つのレンズが届かないかな。それから最後に、これは先ほどの 50mm のレンズをつけて撮影した映像をできるだけちょっと大きくしてみたものなんですけども、
いつも月を見て、皆さんも同じだと思うんですけども、ウサギいないよな、なんでみんな昔の人はウサギって言ってたんだろうっていう風に皆さん思ってますよね。思ってましたよね。僕も思ってました。今回初めて気がつきました。ウサギいますね。あれウサギがいると、今回動画を撮影してて、この動画を撮影してて初めて気がつきました。ウサギに見えますよね。耳が2つあって、で顔があって、特徴的なこうモコモコっとしたボディ。今まで月を見て一回もウサギだと思ったことなかったんですけども、まさかウサギに見える日が来るとは。以上で今回の動画は終わりです。レンズの紹介等は今回しませんでした。前回の動画とセットでどんな映像になるのっていうのを皆さんにお見せできたらなという感じで撮った動画です。今回レンズの紹介今後するかどうかはちょっと分かりませんが、もしもそういった動画を作ることがありましたらば、また見ていただけると嬉しいです。今回もご視聴どうもありがとうございました。またのご視聴を心待ちにしております。それでは失礼いたします。